こんにちは。不動産投資をしているヒロと言います。このチャンネルでは不動産投資で得た知識や経験などを記録がてらにお話ししていくチャンネルです。気軽にご覧いただければ幸いです。今回の動画では不動産投資を行っている方にとってはとても重要な入居審査についてお話をさせていただきます。不動産投資を行っておられます方々にとっては、物件の新規入居者さんについては神経を使うところですし、よろしくない方が入居されると収益悪化の原因にもなるので慎重にならざるを得ない重要案件ですね。まずはざっくりと入居審査の流れとして、入居受付後、保証会社、管理会社、家主の順番です。それから入居審査の期間はだいたい3日から7日間程度です。保証会社は信用情報機関に紹介をします。信用情報機関では、だいたい過去5年間くらいの信用情報を取り扱っていると言われ、勤務先の情報や金融機関の支払い状況、遅延について紹介できます。過去の家賃滞納歴やクレカ及び携帯代金の遅延や未払い等が判明します。ここでたびたび遅延や未払いなどがあるとほぼアウトです。入居審査に通る目安金額。これに関しましては、個々の年収によりますので、計算式としましては、年収金額割る12ヶ月割る3イコール家賃の目安金額といった感じです。管理会社は提出書類に記載のある緊急連絡先や連帯保証人に本人確認をする。管理会社は各自独自基準で確認事項の確認を行います。上記保証会社や管理会社に提出をした書類に不備や間違いや未記載等、緊急連絡先及び保証人の連絡が取れないなどで審査の連絡が遅くなる場合もある。業者側の理由として1月から3月は不動産賃貸市場の繁忙期なので、この時も審査の連絡が遅くなる場合もあります。保証会社や管理会社の独自基準で審査に落ちている人の特徴として、滞納歴がある人が審査の厳しい保証会社の審査を受ける。保証会社によれば甘いところもある。安定した収入のない方。差別ではないのですが、傾向として水商売、時給単価で働く方。例えて言うなれば、アルバイトや派遣社員の方、労働集約型のビジネスの方。労働集約型とは5体を動かすことによって収入を得る方。タイミーなどはアプリで時間区切りで仕事をする方。社会保障を受けずに働いている方。雇用形態。上位から正社員、公務員、契約社員、派遣社員、自営業やフリーランス、アルバイト、無職。人柄。人柄とは粗暴、高圧的な態度、集合住宅への適合可否など、タトゥーがある方、汚い格好、ピアスが多い、チンピラ及びヤクザ風、ブラックリストの登録の有無、精神疾患でのトラブルクレーマー、迷惑行為、犯罪歴及び逮捕歴など、所有者及び所有バイクの排気系の改造車、車庫端な車、車庫端車は標準サイズの車庫にある車止めに接触するため車庫からはみ出て近隣車庫からクレームになる恐れがある。また排気系の改造車は騒音問題に発展するため、居住歴、遠方からの引っ越し、仕事上や学校関係の引っ越しなら問題ないのですが、それ以外なら注意が必要です。近距離の引っ越し、親族の近くに住みたいなどしっかりとした理由なら問題ないのですが、それ以外なら注意が必要です。私が経験した件では、本当に近距離で同じ地区での引っ越しでした。全住居地は一つ挟んだ地域で、例えば3丁目から1丁目のような感じです。マンションからの戸建て住宅の引っ越しで、その理由が足を悪くして階段やエレベーターの使用が煩わしいので、戸建て住宅に引っ越しを希望し、警察発行の駐車禁止指定除外者証持参で直に申し込みに来ました。なぜ持参したのかは不明ですが。とりあえず管理会社に申し込みしてほしいことをお願いしました。翌日管理会社からとんでもない話が来ました。前に住んでいたマンションの家賃とスマホの使用料を滞納していたみたいなんですね。これには正直びっくりしました。と言いますのも、本当に人当たりや物腰も低く、持ち物などもセンスよく、見た目も何の問題もなさげでしたのですが、人はわからんもんですね。次にお話しする項目と重複しますが、後日管理会社に出向き、確認事項の免許証のコピーを確認すると、下一桁が3でした。当時、あまり気にしてはいなかったのですが、コミュニティでまことしやかに囁かれていたことが現実に確認できた案件でした。もちろん確認のために提出していただいた書類は全て返却しました。免許証の確認、
ここで確認することは免許証番号の下一桁の番号です。ご存知の方も多いと思いますが、この下一桁の番号は免許証の紛失回数です。正直に言いますと、1回紛失、下一桁の番号は1、2回紛失、下一桁の番号は2となり、このように公安委員会もナンバリングしています。管理会社や家主は何が恐ろしいかっていうのは、家賃を払ってくれないことが怖いです。それと一度入居しますと簡単に追い出せない。そこは有期契約にして心理的に有利にはします。免許証みたいに重要なものを何回も紛失するルーズな方は、往々にしてお金にもルーズな可能性が高いです。大家基準。外国人、国籍、同性、生活保護受給者、学生、高齢者など、上記の新規ご入居さんに対しましては、私個人が契約書に何点か特約を追加して合意が得られれば入居可能としています。特に外国人、生活保護受給者は保証会社に入りにくい傾向にある。以上が大体の入居審査の流れと確認項目です。まとめ。1、信用情報。2、職業。3、人柄。4、居住歴。5、ルーズな人かどうか。大体はこのような感じで審査します。逆から見れば入居審査に落ちる方はこれを参考に検討してみてください。今現在一つの物件でイレギュラーが発生しておりまして対応しておりますが、軽くぼかしてお話しさせていただきますと、とあるご入居さんと連絡が取れなくなり、警察官立ち会いのもと開場し、警察官に室内を調べてもらいましたが特に異常なし。とのことで、数日間ことあるごとに訪問してもお留守。先日の大雨にもかかわらず洗濯物がそのままでした。この案件に関しましては引き続き動画内で公開させていただきますので、ぜひ今後のためにご参考になってくださいね。私の経験を糧に今後の不動産投資を円滑に進めていただき、最短で資産の最大化と安定を手に入れてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。